皆さんこんにちは、寛井です。今日はですね、心の説明書というシリーズを作ると考えていまして、その第一弾としてですね、なんで心の説明書が必要なのか、今までいろいろ動画で語っていたことのおさらいみたいな感じでお伝えしていきたいと思います。まずですね、お伝えしたいことがあるんですけど、例えばですよ、ある旅人が大きなお寺を目指してある町をやってきました。彼は道の分かれ道で立ち止まって、そこにいた老人にね、尋ねたんですよ。お寺まではどのくらい距離がありますか？その老人はね、ゆっくりと彼を見つめて、およそ3万キロと言ったんですね。旅人はびっくりしましたね。そんな遠いんですか？するとおじいさんはにやりと笑って答えます。そのままそっちの道を行け。今来た道を引き返して少し南に曲がれば、わしが歩いても1時間じゃと。このやりとりはですね、人生の真実が込められていると思いますね。進んでる方向が向きが変わるだけで、目的地は思いもよらないほど近くなります。または遠くなったりする。外の景色が同じでもですよ、どちらを向いて進んでいるかで距離も意味も全て変わってくるということですよね。方向を正しく定めれば、遠回りの旅っていうのは本当短い散歩に変わる。だからこそ問われるのは、今あなたがどちらを向いているかということ。それは個人が、我々がどう変わるか、とてつもなく遠いものなんですよ。もしあなたがこの方向を向いているなら、それは終わりのない旅です。終わりのない道です。向きを変えれば遠くありません。すぐそこにあります。あなたが望むなら、世界があなたの思う通りになる。視点を変えれば、方向性を変えれば、世界があなたの思う通りになる。まずこれを理解しましょうってことです。私は皆さん全員が不幸な人なんかだと思っているわけじゃありませんよ。しかしですね、過去24時間であなたはどれくらい喜び、至福、時間、最高の瞬間を経験しましたかってことです。もし私がこう尋ねたら、何人かの人は数えられる、指折り数えられる人もいるでしょう。実際にはほとんどの人は数えるものが何もありません。でもですよ、もしですね、我々が5歳、3歳の子供だった頃、どれくらいのね、幸せ、至福の瞬間がありましたでしょうか。そうですよね。子供ってなんでそんなに無邪気に笑ったりはしゃいだり幸せそうですよね。多分指の数では足りないでしょうね。それ以来成長して指が増えたわけじゃないんですよ。心地よさが感じる瞬間が少なくなってきたってことです。少なすぎるってことですね。皆さん、心地よさと不快さの間っていうのは行ったり来たりしてると思うんですよ、いつもね。そしてそこにはたくさんの名前がありますよ、心地よさ、平和とか幸福、喜び、至福、愛、今いろいろありますよね。そして心地よさにもたくさんのレベルがあります。同様に不快さにもたくさんのレベルがあります。不快さ、ストレス、怒り、欲求不満、うつ病ですね。ですから心地よさにも様々なレベルがある。不快さにも様々なレベルがあります。しかしあなたが選択肢を与えられたら、もしあなたがどちらかを選べるとしたら、あなた自身にとって何の選択をしますか？心地よさですか？不快さですか？あなたは自身にとって間違いなく最高の心地よさを選ぶでしょうね。友達とか他の人の願望とかねは置いといてですよ、今議論の余地じゃないですけども、あなた自身に対する願望は明確です。そうでしょ。いやいや、そんなことは望んでない、そんなことはどうでもいい、私は天国に行きたいっていう人もいますよね。で、なぜ天国に行きたいんですか？それは生まれた時から今まですでに天国がとても快適な場所だと思ってきたからですよ。私たちは天国に神様が住んでいる、言い聞かせられましたよね。しかしもしそこが恐ろしい場所だったらどうしますか？行きたいですか？多分僕だったらここから祈るだけですね。この地球上にあんまりにも多くの人々が天国に行きたがっています。しかし彼らは死にたいとは思ってない。これが問題ですね。死がないと天国に行けないわけですから、もしそれらを理解すれば、どこか別の場所で人生が良くなるわけではない。ここで幸福を実現しなければいけないと理解する。そうすると正しい方向に努力するでしょうね。
でもですね、残念ながら悪魔たちはここでね、我々を地獄に陥れます。ここでいう悪魔っていうのは悪魔じゃなくてですね、人間が自らネガティブな思考とか感情とか行動によって自ら人生の困難な状況に追い込んでいる状態ですね。それを悪魔と言いますが、日々に応じしてですね、いつかどこかで良いことが起きるだろう、苦しみから解放されるだろう、理想の場所があるんだろう、現状から逃避するような外部にですね、解決策や、楽園を求める方が多いですよね。どっか別の場所に天国があるんでしょう。我々人間がこの世で経験する全ての苦しみ、悪魔がどこにいるかということではありません。どこにいても彼らは惨めにすることができます、そうじゃないでしょうか。例えば人生、もし貧しければ誰かが、その貧しさから救って金持ちにすれば今度は税金に苦しみます。もし彼らが無学であって文字も読めないと苦しみます。そしたら誰かが学校に入れれば学校というまた苦しみが伴います。結婚していなければそれで彼らはまた苦しみます。なんで結婚できない、そして誰かが彼らを結婚させれば、それはご想像にお任せしますが、そして子供がいなければまたそれに苦しみますね。子供が与えられれば日々の苦しみですよ。どうやら皆さん人生のあらゆる側面で苦しんでいるようですね。それじゃあ死を与えましょう。苦しみです。どんなことでも苦しみがありますよ。そうでしょう。だから苦しみはあなたの人生に何か問題があるから起きているわけではありません、こんなことは聖者が言ってましたね。あるキャンプでテントの中で仕事をしていたそうです。そして別の人がリンゴを切っていました。大したことありませんよね。ただの果物を切るだけです。非常に鋭いとされるセラミックのナイフの一つですね。それで切ってたわけですね。それで別の人がリンゴを切っているこの人に言いました。とても鋭いナイフだから気をつけてと。聖者はそれを見て思いました。彼は大人ですよね。彼はナイフの使い方がわかるはずです。複雑な機械ではなくただのナイフです。そしてしばらくして2分後また彼女は言い出しました。とても鋭いナイフだから気をつけてと。で聖者はおいおいおい、彼は大人なんだからほっとけと。ナイフの使い方は分かってるさと言いました。すると彼女は、いえ、とても鋭いナイフなんですよって言うんですよね。鋭くなければナイフと呼びませんよね。切れないナイフもっと危険なんですよね、鋭くなければナイフと呼びません。そしてそれは鋭いものとされていますよね。なぜ誰かがナイフの鋭い刃をですよ、で自分に傷つけなければいけないんですか。そんなことはないですよね。みんな気をつけてますよね。ナイフ使うときほっといてください。そしてしばらく聖者はその仕事をしていました。そうするとその2分後、彼女はまた彼に囁きました。とても鋭いナイフだから気をつけてと。2分後、彼は手を切りました。かなり深く切って大騒ぎになったそうです。これこそが人生の人間の状態、人間の苦しみだということなんですよね。あなたの心の中が原因なんです。人間の心。でもこの人間の素晴らしい能力をここまでレベルアップは何百万年も進化の努力が必要でした。しかし今ほとんどの人はこれを苦しみを生み出す機会に変えてしまいました。最大の奇跡、この能力という最大の奇跡が世界の苦しみを生み出す機会となってしまいました。そして今いろんな哲学的なことが登場しているわけですよね。誰かが虫になれとか、誰かがこの瞬間に生きろって言いますよね。これはつまりあなたの心のなおも重要な2つの側面、これはいつも言ってるように記憶力と想像力ですね。10年前に起こったことで苦しんでいる人も多いでしょう。10年前に起こったことであなたは苦しむことができるんです。明日明後日起こることかもしれないことであなたはすでに苦しんでいます。そうじゃないでしょうか。つまりこれはあなたの心のなおも重要な2つの側面、記憶、想像力、この両方ともあなたに敵対してしまったということです。覚えていることに苦しみ、想像することに苦しみ、一度あなたの心があなたに敵対してしまったら
誰もあなたを救うことはできません。幸いにもですよ、この能力っていうのは非常に鋭いナイフと同じです。持ち方を知らなければあなたをズタズタに切り裂いてしまう。例えばこんな話がありましたね。ある日一人の女性が眠りにつきました。眠りの中で彼女は夢を見ました。夢の中で彼女はたくましい男がそこに立ってて、彼女をじーっと見つめているのを見ました。そして彼は近づいてきました。どんどん近づいてきました。彼はとても近くに来たので、彼の息遣いさえ感じることができました。彼女は恐れで震えていました。そして彼女は尋ねたんですね。その男の人に尋ねました。あなたは私に何をしますか？男は言いました。お嬢さん、これはあなたの夢ですよ。つまりですね、今問題なのはあなたの人生があなたの望む通りに進んでいないことではないってことです。問題はあなたのつまらない夢でさえあなたの望む通りに進んでいないっていうことです。そうでしょ？あなたの思考、あなたの感情、少なくともあなたの思考と感情はあなたの望む通りに起こるべきではありませんか？あなたの望む通りになるべきではありませんか？それで私たちはその仕組みを開発するってことについて話したいと思いますね。何かを仕組みとして作り出すということはどういう意味なんでしょうか。この場合ですとあなたの望む通りにすることです。あなたの思考、あなたの感情、少なくとも心の動きはあなたの望む通りであってほしいと思いませんか？例えばですよ、何かを思い描いた通りに想像するということは一体どういう意味なんでしょう。それはまさしくあなたの願いが現実化すること。私たちはこの世界を私たちの理想とする姿へ仕組みとして作り上げてきました。この宇宙の創造がいかに美しい壮大でも、私たちは長い歴史の中であらゆる道具や機械、社会制度に至るまで自分たちの望む形に整える努力を重ねてきました。これは人間の創造性の表れであって、私たちは私たちの自分の願いに沿った形にしたいと願うんです。そのために私たちは自らの手でこの世界を仕組みとして創造し続けています。これは人間の創造性の表れで決して悪いことではないですよ。僕はそれが悪いとはそう思いません。それよりもはるかに重要な問いかけとしてですよ、あなた自身の内なる世界、あなたの心そのものをあなたの望む通りにすることではないんでしょうか。あなたの望む通り世の中 100% には決してならないでしょう。世の中、周りの環境すべてあなたの望む通りの 100% には決してならないでしょうね。ある程度あなたの思い通りになります。少しあなたの思い通り、少し私の思い通り、少し誰かの他の人の思い通り、それで大丈夫です。あなたの思い通りになっていないことを本当に僕は嬉しく思います。もし全てあなたの思い通りになったらどうすればいいんでしょうか。あなたは不満かもしれないですけど、世の中、周りの環境すべてあなたの思い通りにならない。例えですよ、家に2人だけしかいなくても、2人だけでいても、それをあなたの望む通りに 100% 実現してますか？最大でも 51% ですよ。もし 51% だったら、それでもあなたの思い通りに進んでいる方じゃないでしょうかね。主導権を握っているわけですから。何でもそうですよね。会社でも議会でも 51% 以上取っていれば主導権を握れます。ですから 51% 以上を目指してはいけませんよ。それ以上になると人々はあなたを離れてしまいます。もし自分の思い通り 100% 目指すならね、あなたの周りには誰もいなくなりますよ。51% だけ目指す、それは賢い生き方ですよね。あなたの人生の中で親、配偶者、子供、友人、パートナー、知ってる人の中で誰かがあなたの思い通りに 100% になったことがありますか？誰もそうはなりませんでした。周りの環境 100% あなたの思い通りになりましたか？なりませんでした。本当に失望の多い人生なんでしょうね。ですから最近はみんなペットを飼ってますね。でも最近のペットでさえあなたの思い通りには 100% なりません。彼らは動物好きなことをしてます。誰もあなたの思い通りにはなりません。これ自体は問題ではありません。一番問題なのは自分自身、あなたが思い通りに自分自身でならないことです。それが唯一の問題です。自分自身の心、これが
あなたの思い通りになってない。それが問題なんです。ですから自分自身を幸せにしますか、それをとも不幸にしますかね。幸せになるってことが人生の目標ではないんですよ。良い人生のための必要条件です。快適な体験状態にあるとき、あなたの脳、体、最良の働きをします。世界で成功している人生の方々は単にこれを意味してますよ。あなたは自分の体、脳の能力を活用することを学びました。あなたは不快な状態にあります。ストレス、怒り、フラストレーション、それが意味するところはあなた自身が問題だということです。つまりあなたが他のどんな問題も自分自身の心の問題も処理する能力がないってことなんですね。あなた自身が問題であるときに人生でどんな大きな問題を処理できますか？見てください。24時間のうちに何回あなたの心が問題になりますか？もしこれが問題でなければ私たちは外で何をすべきかを見つけることができますね。つまり自分の心が幸せだったら外に目を向けて何をすべきかすぐ分かってきますよね。心地よさこそがあなたが望むべきものです。もしあなたの体が心地よくなれば私たちはこれを健康と呼びます。もしそれが非常に心地よくなれば私たちはこれを快楽と呼びます。もしあなたの心が心地よくなれば私たちはこれを平和と呼びます。もしそれが非常に心地よくなれば私たちはこれを喜びと呼びます。あなたの感情が心地よくなれば私たちはこれを愛と呼びます。それが非常に心地よくなれば私たちはこれを思いやりと呼びます。もしあなたの生命エネルギーそのものが心地よくなれば私たちはこれを至福と呼びます。もしそれが非常に心地よくなれば私たちはこれを恍惚、エクスタシーですねと呼びます。もしあなたの周囲が心地よくなればあなたの周りの人が心地よくなれば私たちはこれを成功と呼びます。心地よい状況を周囲に作り出すためには多くの人々と多くの努力が必要です。しかし自分自身を心地よくするためにはたった一つの要素しかありません、ね、それは自分自身でしょ。ですから私はいつも尋ねるんです。あなたはそうする気がありますか？これは非常に重要です。あなたは不快であることを選択していると理解する必要があります。無意識の選択かもしれませんがあなたは不快であることを選択しています。なぜならもしあなたの心の中で心地よくなることを選択していれば他の誰もがあなたの心の中にあるものにアクセスすることはできない。つまりあなたの周りでどんなことが起きてもあなたに影響を与えられないということです。つまり他の人、周りの環境すべてあなたに何にもすることができないということです。すべての経験は内側から起こっています。少なくとも心の中で起こっていることあなたの望む通りにすべてできます。その後に私たちは私たちの周囲のものを私たちの望む通りに作り出すように努力することができます。そして成功へというふうになっていくわけですよね。ですから外の世界に関しては全く同じように性格、感情、そういう人間は2人といません。外の世界に関してはあなたができないことを私はでき、私ができないことをあなたはできません。これが世界の在り方です。内なる性質に関して私たちが全員同じように有能ですね。こういう感情、心、この性能、皆さん同じように有能です。問題は私たちがこの方向を見たことがあるかどうかです。この方向性、十分な注意を払ったか、私たちのこの体、心、地球上でなおも成功で計り知れない可能性を秘めた奇跡の存在であることにあなたは気づいていますか？まるで私たちがこの素晴らしい人生という旅を取扱説明書も読まずにですよ、ただ偶然になんとなく進めようとしているかのようですよね。しかしもし私たちがこの内なる輝きに目を向けその使い方を本当に理解し始めたらどれほど奇跡が私たちの内側から溢れ出ることでしょうということですね。今日はこんな感じでちょっと長かったんですけども本当に分かってもらいたい。なんで取扱説明書が必要でそしてその後私たちは何をしなくちゃいけないのか、それを仕組みとして作り上げること、これを実践していかなければいけないんですけど、
その実践方法っていうのは会員専用の方でやっていきますので、理論は皆さんにお教えしました。あとは会員の方でやる気のある人だけやっていただければと思います。日本円で500円ぐらいですから3ドルちょっとですね。ですんでそのくらいかけてですね、自分を本気で覚悟を持っている人にどうやってやっていくのかっていうのは見ていただきたいっていう思いがあります。ですんで自分の心の説明書、その後どうやってその仕組みを作り上げていくのかということですね。これを実践していっていただきたいと思います。今日はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。